こういう話をしてくださいよって言って提案をいただいてるんですけどね、予言についての提案なんですね。江戸川慶氏っていう方は、預言者とも言えるんだけれども、あっさり言うと予言はいつもね、間違うもんだと言ってますね。何を言ってるかというとね、予言っていうのは最終的には自分が決めるんですよね。新しい年、もうまた新しい年が来ますよね。福田先生、どんな夢持ってるんですかって聞かれると、あっさり言って、自分、福田貴則、素晴らしい存在だから、素晴らしい体験するぞ。で、私の体験っていうのをもうあっさり言って、世界中の人たちの心身を健康にするっていうのは私の予言っていうんだけど、世界中の人たちの心身を健康にしているぞですよ。するぞって言ったと思うんだけど、どっちでもいいんですがね、しているって言った方が事実かな。例えば皆さん自分が具合悪いところありましたらね、福田貴則、ほら、世界中の人たちの心身を健康にするという目的をはっきりさせて、それを理想にして生きてるんですからね。私の仕事というのは、世界中の人たちの心身を健康にしている。これは私の理想であり目的なんですね。ですから、皆さん間違いなく皆さんの健康は維持されますよ。ということですね。で、断言できるのは、皆さんのご自分の心身の健康、あるいは自分の人生、どのように生きるかというのをご自分が決める問題なんでね、私が決めることではない。ただ、福田先生、今ね、こんな具合なんだけれどね、調子が良くないっていう意味でね、調子良くなるのにどうしたらいいですか、これもすぐわかる。あっさりと逆に言うと、皆さんでもすぐわかる。私はね、そろそろ90になろうとしてるんですけど、病気なんかしない。あるいは、病気になった経験があっさり言うとない。病気しないから要するに、病気をしないという選択をしてる。ですから、私がですね、福田先生、これからどんな人生生きてきますかって言ったら、おい、世界中の人たちの心身を健康にしてますよって、これ断言できる。これ私の理想だから。それで私はそれを目的にして生きてますんでね。予言ってだって自分がやるものだよ。今年どう生きるか。誰か予言してくれるの？そんなことない。もう自分が決めて自分がそう生きていくんですよ。ですから福田貴則いつも言ってますよね。福田貴則素晴らしい存在。私はこういう手つきしてると思うんですけれどもってね、間違いなくこういう手つきしてると思います。対応もこういう対応してます。福田貴則素晴らしい存在。もう自信たっぷりだから。なぜかというと、先ほどから申し上げているように、福田貴則の未来、あるいは来年はね、私が作るんですよ。誰かに作ってもらうんですか？そんなことはない。私が作る。だから福田貴則素晴らしい存在。来年もね、もう皆さんと同じいいことがいっぱい起きてます。嬉しいね。で、こうして喜びを差し上げる。これが予言かな。私はここにいながら喜びを皆さんに差し上げましょうよ。で、世界中の人たちの心身を健康にするっていうのが私の仕事だから、これも理想、目的をはっきりさせてるんでね。これしか私やることない。それを皆さんにも提案したいですね。はい。福田貴則素晴らしい体験するぞって、これきっとじゃなくてね、確実に世界中の人たちの心身を健康にするぞ。これ、それじゃないことが起きるんですかね。全然、それしか起きない。自分がそれを体験する。自信を持ってなさればいいですよ。全く他の人のおっしゃることは私気にしてない。その人の予言であって、私の予言とは関係ないから。福田貴則は、世界中の人たちの心身を健康にしていくぞ。これが予言ですね。今年も世界中の人たちの心身を健康にしていくと、もうね、自信たっぷり。私自身は影響を受けない。だって、それが私の理想であって目的だから、それを自分で体験する以外にない。で、何度も申し上げるように、うちの
家族なんかで病気になる人はいない。ただ選択をしたらね、本人が選択したら病気を体験するんですよ。でも治すのは本当簡単だから、それ言うと喜びをいっぱい差し上げればいいですね。これが私の仕事だから。こういう表現のがいいかね。予言してる方々はいい悪いじゃないんですよ。その予言を自分が体験したいんじゃないですかね。だから体験されるんだと思いますよ。そうするとそういった予言に嬉しがって乗っていく人がいれば確実に予言はうまく実現しますね。予言って自分が予言すればいいだけで、例えばもう来年もうすぐ来ますよね。来年素晴らしいことが起きてると嬉しいねって言って予言すればいい。私の場合は治療をするというのが仕事ですからね。もうね、世界中の人たちの心身を健康にするぞ。もうなんて嬉しいの。それが予言です。予言という言葉があるんだけれども、それで予言と私も言ってるんだけれども、間違いなく予言なんですよ。ただ、来年はこんな素晴らしいことが起きてるんだ。嬉しいなって言って、ほら、自分が決めればいいだけだから。もう飛び上がって喜ぶ。もういいこといっぱい起きてる。なんて嬉しいな。それちょっと言葉が違うんだと思うんだけど、予言を信じてるということは言えると思うんだけど、予言しましたよって言って自信を持ってその予言を人々に差し上げる人たちは実現するんじゃないですかね。私は世界中の人たちの心身を健康にするぞ、してるぞっていうのは私の予言だから、私はそれを体験するわけですよ。世界中の人たちみんな健康になる。でいつもやってみせてるんじゃないですかね。こういった私の話を聞きに来た人がいらしてね、福田先生、私の例えば来年どうですかって言ったら、もう素晴らしいこと起きてるよって言ってね、本人の体で教えてあげるかな。福田先生の素晴らしい存在。もう世界中の人たちの心身を健康にしているぞって言ってやってるからですかね。世界中の人たちの人々がみんな救われますよ。ただご自分一人一人は自分で自分の人生素晴らしいぞと、人々のお役に立っているぞってやっていただかないと、私の人生はダメなんじゃないかなっていうと、ダメなんじゃないかなを自分が体験しますね。だからこういうご質問はね、お答えはものすごく簡単。自分の人生って素晴らしい、今年も素晴らしい人生を送るぞって言って、あっさり言って素晴らしい人生、自分の素晴らしい人生、これ理想と言いますね。理想をと目的はっきりさせて、私何度もやってみせますから、ね、差し上げればいい。で、私の考え方からいくと、悪い人生どうやって送るの？こういう感じかな。例えば福田貴則ね、悪い人生なんて考えたこともないから、どういうのが悪い人生か知らない。素晴らしい人生。私が素晴らしい人生作るんだから、作り手だから、間違いなく素晴らしい人生差し上げてるわけですね。作るっていう言葉言いましたけれど、もう間違いないんですよ。ただ、差し上げるっていう感じです。素晴らしい喜びを差し上げる。で、私来年何年かなんか、考えたこともないかもしれないんだけれど、だから来年ということを自分自身には言ってないんじゃないかな。素晴らしい年を送るぞ。素晴らしい年っていうのが皆さんに喜んでもらうぞ。たった今、世界中の人たちの心身を健康にしてるぞ。これは私健康屋さんだから、健康にしてるぞ。間違いなくそうなるんでね。ただ、世界中の人たちが皆さんがご自分で選択されるのが健康でないとしたら、不健康な選択をされてるとしたら、それ体験しますよという。これは私の出番じゃない。福田貴則はここにいながら素晴らしい喜びをいっぱい皆さんに差し上げてるから、私の
出番じゃないって言ったらいいのかな。出番じゃない。ご質問がありましたけどね、災害に遭うのはご自分が決める問題なんで、私が決めるってわけにいかない。ただ私が決められるのは、世界中の人たちの心身を健康にしている福田がいるということですよね。それをいつも差し上げてる。それで喜んでる。喜んで差し上げてるということで、一人一人どんな体験なさるか、これは私の決める問題じゃないので、ご自分が決めてください。例えば来年ね、福田貴則はどういう人生を送るのかって言って、これ自分が決める問題なんで、福田貴則はね、あっさりって皆さんのお役に立っていきますよということですね。ですから毎日やってることだけれども、皆さんのいろいろなこういったご質問とか困ったことがありましたら、お電話いただけますと、それに対する対応を毎日毎日してます。